旧仏教において、人が涅槃に達した後に一体となる絶対的なものは何ですか？仏教は、その教えに従えば、人は輪廻転生から救われ、絶対者である涅槃と一体化できると信じています。この絶対者は、すべての預言者によってもたらされたイスラム教における創造物の創造主である神ではありません。宇宙に流れているのは、エネルギーだけではありません。むしろ、それは人が永遠の至福のうちに滅びる、目に見えない世界に似た状態です。10仏教思想における半神論の教義の意味は何ですか？ヒンズー教徒と同様に、仏教徒も創造主と被造物が一体となる半神論の考えを信じています。創造主と被造物は一つのものです。しかし、仏教がヒンズー教と異なる点は、仏教が極端な半神論を信じていることです。存在の統一には、二つのタイプがあります。最初のタイプは、ヒンズー教に見られます。そこでは神は、被造物の中に住んでいます。ここには神がいて被造物がいますが、神は被造物の中に住んでいます。二番目のタイプの半神論は仏教のもので、仏教では次のように信じられているため、極端な半神論を表します。創造者と被造物の間に区別はない。なぜなら被造物こそが創造するものであり、それは単なる創造物に他ならないからです。唯一絶対的な物質世界。このタイプの半神論は、無神論者の世界観です。仏教は、無神論と同様に、世界、または少なくとも世界の起源は永遠に存在し、世界に他ならず、この世界こそが創造し、形作り、法令を定め、至福を与え、その中で生命と法則は一連の反応の形で進行するが、それ以上のものではない。仏教における形而上学的な考え方、例えば輪廻転生や天上のブッダなどの問題がなければ、それは純粋な無神論であると言えるでしょう。いずれにせよ、ヒンズー教であれ仏教であれ、どちらの種類の半神論も明らかに間違っており、預言者の宗教と、預言者たちが歴史を通じて求めてきたイスラム教の教義から完全に逸脱しています。それは、神が世界を創造し、この世界には始まりがあり、無限の世界など存在せず、神に栄光あれ、神の被造物とは別である。なぜなら神に栄光あれ、神は世界に住んでおらず、この世にも存在しないからである、と述べています。世界はその中に存在します。仏教における半神論の哲学には、次のような多くの科学的及び精神的問題があります。第一の問題、もしそれが物質世界に他ならないとしたら、いわゆる、涅槃として絶対者との合一に到達するために仏教の教えを実践する意味は何でしょうか？あなたの中にある何かにどうやって到達するのでしょうか？あなたはその中に存在し、それはあなたの中に存在しますか？二番目の問題、存在の統一という彼らの概念によれば、間違いや罪は物質世界と同じです。では、なぜ間違いや罪を取り除く必要があるのでしょうか？なぜ彼らは俗的な欲望や気まぐれから遠ざかろうとするのでしょうか？罪は存在の統一性の中にあるのではないでしょうか？世界そのものが存在統一の枠組みの中にあるのではないでしょうか？失言や罪は神論の本質の一部ではないでしょうか？では、なぜそれを取り除こうとするのでしょうか？ここで、仏教の倫理哲学から別の問題が生じますが、それは自己破壊的な倫理哲学であり、仏教の世界観の内部から道徳的価値を擁護することはできず、むしろ倫理の意味を破壊するものです。仏教の概念によれば、善行に熱心であることの正当化は何ですか？善と悪が半神論の枠組み内での意味であるならば、それらはすべて同じものであり、すべて同じ本質に属します。人間が善を行おうとする熱意は、単に純粋な自然の呼びかけに応じたものであり、半神論の哲学の誤りの直接的な証拠である。善もあれば悪もあり、存在の統一性はありません。そうでなければ、善は悪のようになってしまいます。第三の問題、存在の統一の宣言は、真理の相対性の宣言を要求しました。彼らによれば、偶像や石を崇拝するすべての宗教は、絶対者を崇拝します。なぜなら、彼らの概念における絶対者はすべて物質的なものであるからです。物質世界以外の何者でもありません。
この真実の相対性は、意味と価値の喪失、そして道徳的価値観の真実の腐敗を招きます。第4の問題、仏教の概念における存在の統一に対する信念は、次のような多くの質問に答えていません。世界はどのようにして現れたのか。不育症はどのようにして出現したのでしょうか。誰がこの法律に従って出産を繰り返すための法律を制定したのでしょうか。ブッダの思想の源は何でしょうか。なぜ私たちは彼らの心に浮かんだ考えを信頼するのでしょうか。汎神論の哲学によれば、ブッダは天国にどのように存在するのでしょうか。多くの疑問から、汎神論の哲学の著者たちは、毎朝物乞いして残飯を食べて砂漠で暮らし、世界や人生について何も理解していない無知な修道者の集団であると結論付けられます。第5の問題、仏教思想における世界の永遠の過程。これは、世界が自らを創造したことを意味しますが、物の外観はその外観に依存すると仮定しているため、これは誤った仮定です。これは奇妙かつ不条理な矛盾です。そもそも、何かがまだ現れていないのに、どうしてその出現の原因となり得るのでしょうか。したがって、全能の神は聖クルアーンの中で、これらの人々や同様の人々に答えて次のように述べています。それとも、彼らは何も持たずに創造されたのでしょうか。それとも創造主なのでしょうか。35スーラとアルトゥール。どのようにして無から創造され、存在する前にどのようにして自分自身を創造することができるのでしょうか。6番目の問題。宇宙とその中のすべてが偶然であることは今日、疑いの余地なく科学的に証明されており、これはすべての理性的な人々によって証明されています。宇宙は、そのエネルギー、物質、場所、時間のすべてを含む出来事です。宇宙の始まりは、数の証拠によって証明されており、科学的には宇宙は存在せず、その後宇宙が出現しました。宇宙がない限り、どうして存在の統一があると言えるのでしょうか。もし存在の統一が真実であるならば、世界の永遠、あるいは少なくとも物質の永遠が必要となるだろう。したがって、仏教の教えの一つは、物質世界の起源は永遠であると実際に言うことです。それは、存在の統一性を正当化するために必要な発言だからです。仏教徒はそんなことに踏み込まなかっただろうし、今日彼らは、宇宙には始まりがあったという地球の科学者が同意していることに矛盾するだろうし、そもそも仏教徒は存在の統一を信じなかっただろうが、サタンはそこに座っていたのだ。彼は機会があるたびに預言者の宗教について人間を中傷し、アダムの息子に対する彼のやり方を批判しました。彼は、預言者たちが持っていた純粋で正徳まとな一神教から仏教徒を導き、これらの合理的かつ科学的不可能を信じさせました。全能の神は、聖ハディースの中で次のように述べられました。そして私は彼らに、私が何の権限も下していないものを私の中に残しておくように命じました。すべての人間は、神の一神教を信じていましたが、悪魔が彼らのところにやってきて、これらの不信仰で誘惑しました。預言者、神の祈りと平安あれは、サタンはアダムの子のために立ちふさがった、と言いました。サタンはあらゆる方法で人を誘惑しようとします。一神教と預言者の信仰を受け入れる以外に救いはありません。すべての預言者は、この世界には始まりがあると信じ、神は創造から自由であると信じていました。そして、後の段階でヒンズー教が逸脱し、仏教がヒンズー教から逸脱を移す前に、この問題はヒンズー教の書物にはっきりと現れています。古代ヒンドゥー教のベーダでは、創造物とは別の神への信仰を明確に求めていますが、これらの生き物は神の生き物であり、神にはご自分の生き物が住む十分な余地がありません。ベーダ、特にリグベーダでは、神よ、太陽も世界も、どちらもあなたを包み込み、封じ込めることはできません、と述べられています。これは、神は創造物から独立しているため、存在の統一性を信じることが間違っているというベーダからの明らかな証拠です。聖クルアーンもまた、その文の中で汎神論の哲学の誤りを裏付けており、神はその被造物から分離され、その玉座に安らかであり、神は被造物の中に宿っておらず、被造物も神の中に宿っていないからである。天と地と、
その間にあるすべてのものを6日間で創造されたのは神です。そして神は、ご自身を玉座に据えました。神の他に、あなたには守護者も仲裁者もいません。それで、あなたは来ないのですか？彼らは思い出させますと全能の神は言いました。フォースーラールサージだ。預言者の信仰の基礎、そして彼らの宗教と法律の基礎は、唯一の創造主である神は永遠である。つまり、神の創造物から分離されており、彼らの中に住んでいないということです。第7の問題、仏教哲学において妖怪し、その後形をなすこの宇宙の認識は、科学法則や現代の発見に矛盾する科学的誤りです。科学法則と現代の発見により、宇宙には絶対的な始まりがあり、それに先立つ宇宙は存在しなかったことが判明していることはよく知られています。この法則によれば、この宇宙には他の宇宙が先行することはなかった。そうでなければ、宇宙は死んで生まれ、止まっていただろう。科学的に言えば、この宇宙は他の宇宙が先行したのではなく、前例がないままに創造されたのです。これはイスラム教徒の信仰です。神は預言者ムハンマド・ビン・アブドラに、この宇宙は前例なく創造されたものであることを明らかにされました。天の創造主117スーラウシ。汎神論哲学の8番目の問題は、この哲学は最も重要な質問に答えていないということです。そもそも汎神論の哲学を言ったのは誰ですか？その証拠は何ですか？では、誰が、瞑想を通じて透視能力を達成したり、存在の目的を知ること、ブッダにも起こったことの法則を定式化したのでしょうか？汎神論が直面する疑問により、仏教全体は、実存に関する偉大な疑問の意味を冷静に合理化する前に崩壊しやすくなります。この教義を取り巻く多くの疑問とさらなる問題は、預言者の宗教、理性、現代科学と矛盾しています。